はあはははあ。苦節10年、この天満司之助、ついに日の本一と謳われる財宝を見つけ出したぞ。しかしこれはまた大きな箱だな。もし中身が黄金ならば一生遊んでも使い切れんほどだ。果たして中身は。それ、今よ、ねねごとちゃんスラース。了解です。おお、なんと神々しい光だ。これはとんでもない財宝に違いない。目が焼かれるかと思ったぞ。どわー、なんだこれは。まあ落ち着け若者よ。なぜだ、ガブガブと言っているようにしか聞こえないのに、なぜかこいつの考えが流れ込んでくる。一体お前は何者だ。私は神だ。何をおかしなことを。確かにここは長い歴史のある神社の跡地だが、それにしたってお前のような神がいるか。まあ信じられないのも仕方がないことだな。だと？得体の知れない生き物のくせに余裕の態度を取りよって。次々にこいつの言葉が頭の中に。何？国中の人を笑顔にしたらお前の望むものを何でもやろうだと？何でもとは大判小判や巨大な城などもか？もう一回スラース。ミク、練習通りお城の背景を持っていくよ。1、2の3。遠くに城が現れたぞ。お前は本当に神だったのか。ならばわかった。城を持つという願いを叶えてもらうためにも、この国中の人を笑顔にしようではないか。こうして司之助は獅子舞の神と共に日本全国津々浦々芸を見せて回ることとなったのです。ワンワンワン、今日も神社には人がいっぱい来て嬉しいな。でもここでずーっと狛犬のお仕事してるのもちょっと飽きちゃったな。たまにはどこかにお散歩に行きたいっていうか。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の芸をごろうじろ。あれって旅芸人？芝居でもするのかな。面白そう。あ、そうだ、僕も仲間に入れてもらっちゃおうっと。ふわー、今日もいい天気じゃな。蛇の神として生まれてよかったの。こうやってダラダラしているだけで人間どもがたくさんの供物を持ってくるわ。しかし皆蛇だからと怖がって
わしの歌を聴いてくれぬのは悲しいことじゃな。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の一座の芸をご老次郎。ワンワン。あら？ねえねえ、司之助、あそこに蛇の神様がいるよ。蛇の神だと？それはまた珍しい。あいつも仲間に入れてしまえば旅の一座としてより注目されるやもしれん。狛犬、あいつを確保するぞ。おお。なに？確保とはなんじゃ？来るでない。おやおや、村の方が騒がしいから神社を出て見に来てみたら。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の一座の芸をご老次郎。歌うだけじゃからな。ほほう、これまた風変わりな一座だ。もしかするとこの化け狐が入るにふさわしい一座かもしれないね。どれ、ちょっと試してやろうじゃないか。やあやあ、そこの芸人さん、ちょっといいかい？獅子舞の神を先頭として、人に、狛犬に、蛇に、狐。仙台日本の一座は、日の本を北へ南へ、万民を回らせようと大わらわ。こうして時が経ち、10年後の正月、ついに一座は、すべての人を笑わせることができたのです。ついにやり遂げたか。はっはっは。そうだろうそうだろう。この司之助、やると決めたら必ずやる。日の本一のいい男だからな。さあさあ神よ、願いを叶えてもらおうじゃないか。まずは手始めに城を出してもらおう。もちろん名前は天魔城とする。できない？それってどういうこと？何？神様って言っても封印されているうちに力をなくしちゃって城の幻を出すぐらいしかできない？なんだと。お前の言うことを信じてここまで頑張ってきたというのに、全て嘘だったのか。ねえ、この嘘つきめ、お前なぞもう知らん。この10年は何だったというのだ。元気出して司之助。お城は僕じゃ出してあげられないけど、でも僕はこの10年司之助のおかげですっごく楽しかったよ。だからなんだと言うんだ。ただ楽しかっただけでこの手には何も残っていないんだぞ。そうかな。わしはもう200年ほど生きておるが、この10年は輝くように楽しい日々じゃった。
すべてのものはいずれ朽ちる。城も例外ではない。しかし皆と過ごしたこの時間はきっと色あせることないじゃろう。ああ、同感だよ。私もそれなりに長い歳月を生きてきたけれど、日の本中の人を笑わせたなんていう栄誉は、どれだけ黄金を積んでも得られるものじゃない。司之助、確かに君の手の内に宝はないかもしれない。けれど、笑顔を送った君自身が多くの人にとって宝になったのだと私は感じる。そしてこれまでに見たたくさんの人々の笑顔こそ私たちにとって一番の宝なのではないかな。笑顔こそ宝。そうか。だが最後に一人笑顔にするべき人物がいるな。まあ人物ではなく神だが。ああ、悪かったな。嘘つきなどと言ってしまって。一人で財宝を探していた頃には得られなかった大切なものをお前はくれた。10年間ありがとう。うわっ、お前どうして急に光って。なるほど。理屈はわからないけれど、すべての人の笑顔を取り戻したことで神としての力を取り戻せたようだね。すごい力を感じるぞ。これはオロチの神以上じゃ。本物の城が現れた。本当に願いを叶えてくれるとは。やったね、司之助。念願のお城が手に入ったよ。なあ、ここを芝居小屋として使うのはどうだろうか。ここにたくさんの客を迎え入れながら時に外でも芸をして、そうやってこれからも日の本の人々を笑顔にしていけたら楽しそうじゃないか。僕もそうしたい。これからも一緒にやろう。うわっ、お前ら急に飛びつくんじゃない。こうして司之助一行はたくさんの人たちを笑わせ続けたのでした。めでたしめでたし。投資稽古はバッチリだったね。お正月にふさわしいショーになりそうだ。はあはあ、そうだろうそうだろう。当日はワンダーステージのお客さんたちも巻き込みながら一座の芸を披露していく予定なので、もっと楽しくなると思いますよ。お客さんたちも楽しそう。みんな頑張ってね。そういえばワンダーステージでじっくりやるのって結構久しぶりだね。宣伝公演が終わっちゃったのはちょっと寂しかったけど、でもこれからはまたワンダーステージでお客さんを喜ばせられるように頑張ろうね。宣伝公演か。あら司くん、どうしたの？何か考え事をしているようだけれど。いや、なんでもない。気にするな。
したんだ？急に獅子舞ロボから煙のようなものが立ち上ってきたか？これは、ああ、もしかすると激しい動きもあったからオーバーヒートしているのかもしれないな。でもおそらくもうすぐ。おー、なんでまた追ってくるんだこいつは！自走と連動して内部のファンを回して冷却できるようにしたんだ。暴走というわけじゃないから少しすれば落ち着くと思うよ。待て待て、それまではこのままということか？鬼ごっこ楽しそう。みんたちも混ぜてほしいな。それじゃよーいどんだね。ちょっと待て、こんな鬼ごっこがあるか